こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今 IKEA では新商品ラッシュで300ぐらい新商品が増えています。今回はその中から特に注目のアイテム、売り切れが早そうなアイテムから紹介していきます。 IKEA あるあるなんですけども、新商品の売り切れが早いっていうことがあります。いいなと思ったものはお早めにゲットしてください。まずはキッチン用品からです。今年は本当にキッチン用品の当たり年だったなと思ってて、こちらも見た瞬間震えました。こちらはコーヒーとか紅茶用のキャニスターなんですけども、今までブラックしかなかったんですけども、とんでもない可愛いカラーのが出ていました。しかもこのピンクとブラウンのこの2色の組み合わせで売ってるんですよ。ブラウンの方がちょっとレッドブラウンみたいな色合いで、ピンクとすごく合ってて可愛いです。このようにスタッキングできるデザインとなっています。このシリーズは光を遮蔽するので、コーヒーや紅茶の保存に向いている商品です。今までブラックしかなくって、とってもスタイリッシュで人気の商品でした。なんとホワイトが出ていました。で、ちょっとサイズ感が変わりましたね。大きい方は長方形だったんですけども、今回正方形になっています。このホワイトとゴールドの組み合わせがとっても素敵ですよね。とりあえず一つずつ購入してみました。中はこんな感じでゴールドになっています。で、お手入れの方法は手洗いのみとなっています。蓋のはまり具合はパチッと閉まります。こんなもんかなって思いました。そこにラベルが貼られています。一応剥がすことはできましたけど、ちょっとね残ったものはアルコールで拭きました。何を入れようかなってことなんですが、本日のおやつの残りを入れておきたいと思います。無印良品のおやつです。小さい方はちょっとこのおやつは向いてなかったので後で入れ替えました。これ中身が全く見えないので、翌日には私あのお菓子どこに入れたっけなって忘れてました。それだけは注意です。とてもシンプルなデザインですけども、スタイリッシュで気に入りました。缶の下に敷いているトレイも IKEA の商品です。トレイを敷くととりあえずおしゃれになるのでお気に入りです。お菓子入れにおすすめなのはこちらかもしれません。パステルカラーのブルーとイエローがとても可愛いこちらのシリーズも蓋付きで重ねることができます。大きめなのでたっぷりお菓子入れることができます。メタリックカラーのものが大変人気で、高さがちょっと高めのタイプ16センチのものがずっと売り切れているみたいです。食器なんですけども、可愛いのを見つけてしまいました。フェルグクラシリーズという食器なんですけども、ライトブルーが発売されていました。右のライトピンクが最近出まして、半年ぐらい前かな。すごく可愛くて人気なんですが、またしてもこんな素敵なライトブルーの新作が出てしまいました。これはけしからん思ったんですけど、ピンクと一緒に使っても可愛いですよね。いや、もうちょっと今年食器素敵なのが多すぎて頭抱えてますが、今年の IKEA は食器が単品で買えるものが大変増えました。しかもすごくお手頃価格なんです。なので非常に買いやすくなってよかったなと思ってます。これは少し前に紹介した新しい食器なんですけど、こちら一瞬で売り切れてしまいまして、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらい姿を見なかったんですが、また復活していました。グレーのボールタイプだけはなかったです。いや、本当に可愛いですよね。またすぐ売り切れそうなので早めにゲットしてください。で、こちらのページのシリーズも最近発売されて大変韓国っぽいということで人気みたいです。マグカップ結局買えませんでした。なんでしょう、ビールが売ってました。新しいですねこれ。 IKEA の食品コーナーって珍しいものが売ってて面白いですよね。こちらはチェコ産のホップザーツを使用し、タコスにぴったりですと書いてありました。ちょっと私はアルコールに疎くてですね、どなたか感想を教えてください。珍しいものが売ってました。レンゲです。でも多分日本のレンゲではないですよね。すごく大きかったです。オンラインで見た時、これはさすがにレンゲだろうと思ったんですけども、ちょっと伝わりますかね。このサービング用のスプーンかなぐらい大きいです。アジア圏ですよねきっと。でもデザイン的に大きいスプーンを使う国があるんでしょうか。マグカップコーナーでずっと買えなかったマグカップついに買えると思ってびっくりして手に取ったんですけど、全然違う商品でした。これ人だったら恥ずかしかったですね。
マグカップで良かったです。新商品のマグカップを一気に紹介していきます。一気に可愛いのが出過ぎなんですよ。こちらは白色基調でちょっとクラフト感のあるデザインとなっていて素敵です。模様がさりげなくていいですね。こちらは可愛らしいデザインのマグです。かなり大きめでスープ用にも使えそうです。たっぷり飲めていいですね。色味がマットな感じも可愛いです。でこちらは少し前から販売しているマグカップなんですけども、さっき私が人違いしたマグカップがそれの色違いの新商品でした。ブルーの方はマットな質感だったんですけども、こちらはツヤありです。この斑点がカラフルなのがすごく素敵だなと思います。こちらもまた人気出そうですね。サイズ感はベーシックなサイズで使いやすいと思います。で私が買えなかったって根に持っているマグカップなんですけど、今編集しながらオンラインサイト見てたら在庫ありになってますね。ありがとうございます。絶対買います。というわけでマグは今たくさん出揃っていますので、皆さん選びたい放題です。ここに写っているもの以外もたくさん種類ありますので、ぜひお店で見てみてください。フリーザーバッグに新しい柄が出ていました。最近は珍しい多色刷りのタイプです。でしかも1リットル単品で買えるタイプですね。1リットルは国際線の液体物入れにも使えますし、何かとちょうどいいサイズなのであると重宝します。野菜柄なので、これは野菜入れるよみたいな感じで使い分けすることもできますね。さて次はキッズ向けアイテムの新商品です。リラブーシリーズから3階建てのガレージが発売されました。ちゃんと昇降するエレベーターもついています。ヘリコプターポートもあってお子様が楽しく遊べそうですね。木のおもちゃでこの価格で買えるって嬉しいですよね。これヘリコプターと車もついてるんですね。 IKEA のおもちゃは角が丸くなっていたり耐久性が高かったり安全面で配慮されているので、プレゼントなどにもおすすめです。これは画期的だなと感動した新商品があります。こちらです。トロファスとの間に設置できるデスクなんですよ。プレイテーブルが作れちゃうわけなんですよ。よくトロファストの上にホームセンターで買ってきた天板を乗せてこんな風なプレイテーブルを作られてる方とかよくいらっしゃいましたけど、それが製品化されたわけですよね。足元にはちゃんと梁もありました。トロファストの素材なので一体感もありますし、お値段も思ったよりお手頃じゃないですかね。この間にマンムットなどの子供用のスツールを置けばすごく集中して遊べそうです。そしてこちらも画期的だなと思ったんですよ。卓上タイプのおもちゃのキッチンです。 IKEA といえばおままごとキッチンいろいろあるんですよ。でも結構場所取るじゃないですか。これならめちゃくちゃ小スペースですし、ちゃんとねこういう火加減が調節できるギミックがついていたりしていいですよね。これをさっきのトロファストテーブルの上で使えばいいじゃないですか。で使わない時は片付けられますし。こちらご存知でしょうか。 IKEA で売ってるジンジャーブレッドハウスです。10歳の娘が頑張って作りました。割れないようにそっと出しております。このアイシング用の粉砂糖も IKEA で買ったんですけど、 IKEA のが作りやすくておすすめということです。教えていただきました。粉砂糖は今セールで店舗によってすごい安くなっていると思います。意外と楽しくできました。もうほぼ娘一人で作り上げまして、パティシエ気分だってすごい喜んでましたね。もうこの後速攻食べてます。ちゃんと美味しかったです。はい、店舗に戻りまして花瓶です。緑の花瓶なんですけども、バランスよくブーケが飾れそうなデザインとなっています。ちょっとね閉じ気味になっていて口は広がっているという形でおしゃれです。ただオンラインで見るよりだいぶ緑に見えました。オンラインではもうちょっと薄い緑に見えたんですよ。やっぱいっぱい並んでるせいかもしれないですけど、実物見るのをおすすめします。スティルレーンっていう有名な IKEA で定番の花瓶があるんですけども、そちらの色違いが出ていました。私もスティルレーンのホワイトを持ってまして、すごく品がありまして使いやすい花瓶です。また不透明なので造花とも相性がいいです。ベージュもとっても素敵ですよね。あとこのミニサイズバージョンもベージュが出ていました。これまた可愛いです。私はこのミニサイズの白いのも持ってるんですけど、こちらはペン立てにしてもとてもおしゃれで気に入っています。
小ぶりなのでディスプレイとしても使いやすいです。次はキャンドルコーナーです。キャンドルホルダーですね。新商品が出ています。こちらはティーライトキャンドル用のホルダーなんですけども、わかりますでしょうか。ちょっとうっすらね模様が入ってるんですよ。とっても可愛いです。繊細な模様がキャンドルを灯すと浮かび上がるみたいです。こちら香港の IKEA なんですけども、グリーンもありました。とても綺麗なグリーンでした。日本にも入ってきますかね。今のところはないみたいですが、あとこんな大きいサイズのものも売ってました。やっぱり日本はちょっとキャンドルの種類が少ないんですよ。造花コーナーです。とってもミニサイズのパンジーが売っていました。すごくミニサイズの3つセットです。それでこのお値段とってもコスパいいですよね。とても色鮮やかで明るい雰囲気にしてくれそうです。お花系の造花結構難しいんですけど、これは可愛いなと思いました。またねこちらもすごくいいなと思いました。小さいお花がついて葉っぱも細いデザインの造花です。よりリアルに見えると思います。この黄色は9センチの鉢カバーがぴったりなタイプです。でこちらのホワイトの方は紫の色違いもありまして、鉢カバーは12センチのタイプがぴったりとなっています。はい、紫はこちらです。でもう一つスノードロップもありました。こちらは9センチの鉢カバーがぴったりなタイプとなっています。すごく大型のものもありまして、こちらはベンジャミンのフェイクです。すごい大きいですよね。こちら組み立て式なので梱包サイズは長さ79センチと記載があります。植物の高さは210センチだそうです。でこちらの場合は鉢カバーは23センチのものが合うとのことです。210センチはなかなかインパクトありますね。大きな木憧れるけどペットとか何らかの理由で本物が置けない方いかがでしょうか。久しぶりにここ新作来ましたね。ハンギングプランターです。パッと見天然素材かなって本当に思うぐらいなんですけど、実はプラスチックです。なんかちょっと細かいこういう模様も入っててすごいリアルです。なので屋外でも使えますね。内側にはプラスチックのカバーもついています。私が買おうと思ってた鉢カバーはついに売り切れてまして、オンラインで東京ベイの方に在庫があったのでポチりました。でまた新商品もたくさん出てまして、まずびっくりしたのがこちらの商品です。こちらイルス・グルフォードさんデザインの鉢カバーのシリーズなんですけども、ホワイトしかなかったんですけど、ライトピンクですかね、すごい薄いピンクのものが出てました。またこの少し大きいサイズではライトイエローも出ていました。めちゃくちゃ可愛い黄色です。お値段がなんかの冗談間違いかなって思うぐらい安くて、こちら15センチサイズなんですけど、この価格で買えるってありえないですよね。ほんとびっくりしました。でこちらは小さいタイプの鉢カバーですけども、お花みたいな可愛い形のデザインのものが売ってました。こちらは9センチタイプです。こちらはスチール製となっています。先ほどライトイエローの鉢カバーがありましたけども、こちらはサイドテーブルの新色がライトイエローでした。待って、これペールイエローって言うんだ。すいません、ペールイエローでした。ちょっとカフェみたいなテーブルとなっています。グリーンは今セールになっています。こちらはボルゲビーというコーヒーテーブルと同じシリーズのものなんですけども、サイドテーブルが出ていました。バーチの突き板仕様となっています。デザインが素敵ですよね。ちょっとアルテックのスツールを彷彿させる足と、下に収納力のありそうな棚がついています。結構深いので使いやすそうです。この縁みたいなデザインがなかったら本当にスツールと間違っちゃいそうです。最大荷重は15キロなので座らないように注意です。他国のホームページではブラックも見かけました。公式サイトの画像のようにソファーのサイドに置くのにすごく良さそうです。こちらはフロアクッションなんですけど、ブルーが新色で出ていました。こちらは他にも生成りとグレーがあるんですが、すごく肉厚で座り心地が良さそうです。このブルーは IKEA っぽいブルーです。
でまた取っ手みたいなものがあって、こんな風にフックで引っ掛けることもできます。ベンチに置いて使ってるルームセットもありました。確かに床じゃなくても使えますね。視聴者様でペット用のベッドにされたっていう方もいらっしゃいました。すごく可愛いデスクライトがありました。編集時時点では日本の IKEA では赤色しかオンラインに載ってなかったんですが、店頭ではちゃんと白色もありました。オンライン掲載って結構時差があります。デザインがとっても可愛いんですけど、でもそれだけじゃなくて結構機能的でして、充電用のタイプ C のポートがあるんです。しかも 18W なので実用的ですよね。 iPhone とかだと30分で 50% くらい回復できる性能です。手元を集中的に照らすタイプなので、ベッドサイドの読書等にも良さそうです。電球は別売りとなっています。これは欲しいものリストに追加です。オンラインで購入した鉢カバーが届きました。デザインがとっても素敵で、それでいてこの価格素晴らしいです。信じられない。サイズ感的にもすごく使いやすいと思います。ラベルはバーコードを書いてる方は剥がしにくいのでアルコールで拭きました。手袋を入れるのに使いたかったんです。デザインも可愛いし大きさもちょうどいいです。他にも購入品はあるんですけども、次回以降に紹介したいと思います。これは IKEA の新しいスマートホームのシリーズなんですけど、また対応になりました。またってなんやねんっていうのは、スマートホームの共通規格みたいなものなんですけど、 IKEA のハブじゃなくても使えるようになったっていうことなんですよ。リモコンもめっちゃおしゃれですよね。早く欲しいということで、次回も新商品たっぷり紹介していきますのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。